こんにちは。ウィザーズ様に招待されてオタクくんがアーリーアクセスイベント参加中です。これは最速ルート、キープで。お相手バントカラー、青緑が出てくると不敗走の恐怖があります。こちらは最強マナクリの高化したクズ鉄くらいをキャスト、2マナ0、3でタップ時に好きな色マナを出しつつ墓地を追放して油カウンターが1個乗り、油カウンター3つで3になるマナクリです。ちょっと能力盛りすぎじゃない？お相手はバントカラーのフレンズデッキなのかな？またもや構えてエンド。ここは悩みましたが放浪を受けやでアタックはしないことにします。そしてこちらは注目の新 PW 完成ルカをキャストします。プラスで2マナ出してバウンスされたクズ鉄くらいを戻します。お相手運命的不在でルカを除去。さらに汚染者も運命的不在で除去。このイベント中は PW 警戒なのか運命的不在を結構見ました。こちらはルカを再び、今度は5マナでキャスト。そしてプラスを起動。はい、なんかパワーストーンのクリーチャー版と勘違いして手がかりを探ろうとしてました。お相手キモいキノコ手をキャスト。使ってみると結構面白いおもちゃです。そして今度こそこちらはティラナックス、レックスをキャスト。5法4なのでお相手集団失踪以外は除去手段がありません。お相手構えてエンド。ティラナックス、レックスは打ち消されないのでここでキャストすればほぼ勝ちなのですが、そのことを忘れて打ち消しからの集団失踪嫌だよねって短期でアタックしてます。クズ鉄くらいのタップも忘れてるしガバガバじゃんか。ルーカはマイナスで3トークンを出します。これは実質が楽。集団失踪が来なかったのでほぼ勝利確定ですが、一応手がかりはサクっておきます。一応今度は忘れずにキャストして3体でアタックです。19点入ってこちらの勝利。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。マナクリ除去フィニッシャーと揃ってるのでキープ。お相手かき鳴らしトリオキャスト。テンポペイのデッキかな。こちらは高化したクズ鉄くらいをキャスト。お相手選定された平和の番人をキャスト。妨害しつつ飛行クロックで攻める感じ。除去を選択されてしまいました。しかしここで都合よく格闘をドロー。膨れた汚染者をキャストしやぶ打ちで格闘します。これも4打出てきたからこそできる動きですね。お相手にクソギの猛禽をキャスト。飛行毒で攻めるようです。こちらはまずクズ鉄くらいからマナを出してクズ鉄くらいをキャスト。そして膨れた汚染者でアタック。増殖によりクズ鉄くらい A にカウンターがさらに乗ります。さらにやぶっちで森をサーチします。そしてさらに高化したクズ鉄くらいターンエンドです。お相手そのまま2体でアタック。毒と増殖で毒が2つ溜まります。お相手キモいキノコ手をキャスト。また君か。こちらは日相7マナでキャスト。クズ鉄くらいの墓地追放は強制なのが地味なデメリットかもですね。お相手1マナで PW は取れないはずなので欲張ってまずアタックです。増殖によりクズ鉄 ABC と日産にカウンターが乗ります。このデッキの汚染者はシナジーの塊。そして日産のプラスで9トークン生成です。さすがにこれは強い。お相手2体でアタックして毒カウンターが2個乗ります。お相手そのままターンエンド。
こちらは3体でアタックです。放浪を受けたら生きてますが、果たしてお相手劇場の報復をキャスト。汚染者を除去します。どうやらこれはプレミだったようで、しまった、しながら12点通ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。フィニッシャーはいませんが、十分なハンドです。お相手進化する適応体をキャスト。前回紹介したつよつよアンコモンです。こちらはくず鉄くらいをキャスト。お相手はつらつとしたフューズリングをキャスト。これもタフ1ですが適応体に似た能力で結構強いです。適応体のアタックは火遊びケアで通します。こちらはミグロスをキャスト。これで盤面止まるかな。ここでお相手肉体からの解放をキャスト。油増し増しデッキですね。そしてお相手もミグロスをキャスト。クロックが結構きつくなってきました。ミグロスは2マナでタスに修正なので、ここで相打ちさせるのはさすがにもったいないです。こちらは装飾庭園を踏み歩くものをキャストし、森を持ってきます。そして2マナ構えて5です。4マナ目をプレイし、ミグロズ単体でアタックしてきます。ここで上の能力を起動してきます。4マナ立てていたらタスニを2回起動で一方だったのでブロックできませんでしたが、これならこのブロックで一応1対1交換ですね。お相手2番目の能力を起動。スタックでこちらも起動します。それ以上はなかったようで、無事1対1交換できました。汚染者は強いけどこの局面ではベストなドローではなかったかな。くず鉄くらいをキャストし、さらに汚染者をキャストします。お相手活力の温泉をキャスト。これ装飾と合わせてみたいやっこですね。適応体のアタックは通します。これで残り10点。ジェトミアの庭をサイクリングして、追加の膨れた汚染者、キャストしますけども、これでお相手は殴ってきづらくなりましたね。活力の温泉でヒューズリングにカウンターを乗せ、そのまま殴らずターンエンド。さっきからくず鉄くらいのタップを忘れてるのはきっと慣れてないからなので多めに見てください。トップの強さは明らかにこちらが上なので、攻めずターンを回していきましょう。お相手活力の温泉でさらにカウンターを乗せ、今度はタップ忘れませんでした。えらい。これでくず鉄くらいが3。この盤面で最強のカードを引いてしまいました。爆発域を起動します。お相手の盤面はさら地に11点と毒4個が入ります。ついでに増殖でくず鉄 B も3になりました。ここで対応殺なくお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。後手の除去ハンドは満足キープ。お相手踊りへの参加をキャスト。トークンデッキっぽいですね。こちらはやぶっちをキャストします。4マナ目までは綺麗に伸ばしたい。お相手歓迎する吸血鬼をキャスト。これは許せませんね。早速抹消する稲妻で除去します。お相手4マナ目から名前は忘れたし読めないけどトークン1体を負けおばさんをキャスト。彼女のパワーとタフネスはクリーチャーの数に等しいのでこれで一掃できますね。お相手祝祭の出迎えをキャスト。
こちらは5マナ目をドローし、ルーカを5マナでキャストします。マイナス1でトークンを生成します。お相手邪悪を打ち砕くをキャスト、巨竜戦争を破壊します。そして踊りへの参加フラッシュバック。祝祭の出迎えの団結でカウンター1個と2点ゲイン。こちらは日差を引きましたが、ここは攻めていきましょう。ルーカで2マナ出してティラナックス、レックスをキャスト。うおー、でかいぞ、かっこいいぞ。8点と毒4個通って残り11点。お相手ジェトミアをキャスト。嫌ですがこちらの方がまだ強いです。さらに踊りへの参加でトークンを並べます。お相手のアタックは祝祭の出迎えだけ止めます。こちらは6マナ目を引きました。まずアタックして、ここはジェトミアとトークン2個でブロックされます。相打ちになりますが2点と毒4個通って残り11点と2個。そしてこちらは6マナで日差をキャスト。プラスで6トークンが出ます。お相手踊りへの参加でブロッカーを立ててターンエンド。こちらはまずプラスで7トークンを出します。そして6トークンでアタック。さらにミグロズとクレタを戦車をキャストしてターンエンドです。お相手トップはダリアン。そして3体でアタック。ここは素直にブロックと思ったら7でブロックするの忘れてました。こちらは森を置いて、算数できないので日差の奥義で全体足す4修正とトランプル付与です。全員でアタック。37点通ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。というわけでグルールランプでした。やりたいことは簡単で、2マナ4マナ7マナとジャンプして4ターン目にティラナックスレックス出したら実質除去不能だよねってデッキです。クズ鉄くらいは実質2マナ3のマナクリで角種油カウンターシナジーや増殖シナジーの恩恵があって、さらに自然に墓地対策までできるというてんこ盛り生物で、レアカードのラノワールの浄土語りより余裕で強かったです。ルーカは事前の予想で言われてたよりは弱くなかったかな。3ターン目にトークン出して4ターン目に2マナ出す動きは結構強いです。でもちょっと地味。ティラナックスレックスは普通に強かったです。特にリアにやランプで序盤に出せると無双です。これをリアにするデッキも作ったのでお楽しみに。そしてもう1体の PW 日差も結構強いです。プラスででかいトークン出てくるのは普通に偉い。ただしレンナナと違って到達がないので、飛行クリーチャーの流行り具合によっては悲しみを背負いそうです。奥義については7マナキャストで即打ちできるのがいいですね。これを活かしたデッキも組んでるのでお楽しみに。このデッキの強さですが、結構いけますね。ワンチャンラダーで使えないかな。あとブーワを入れ忘れてたので踏み歩くもの等を外して入れるといいと思います。以上です。明日も投稿予定ですのでどうぞお楽しみに。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。